ぱりね、僕も何かね、とにかく欧米文明おかしいと、戦争をやる、環境破壊を起こす、しかもなんか意味のない人生みんな送るんだと、それで日本に来たんですよ。何か答えがあると思って。で僕結局上智大学ってイエズス会の大学行ったんですよね。で僕はまあ特にイエズス会じゃないけれども、あれは結局、ローマ帝国の名残で、僕の、カナダ人っていうのはもともとどちらかというとケルト民族、ずっとローマから逃げてカナダまで行っちゃったような民族なんですよ。で僕もそれでも、結局大学行って、洗脳されてしまった。ずっとその勉強してるうちになんかすごいいろんなそのことを教えるじゃないですか。で学歴が高ければ高いほどみんな同化されてしまうのよ。同じデータインプットされていつの間にか同じ考え方になる。かなりね巧妙にできてるんですよ。で僕もそうなってしまった。でもっともっとじゃあ地球おかしい、なんとかしなきゃという心がどっかでなくしたんですよ。でそれは日本の団塊の世代、あれだけ激しい暴動を起こして、あれだけ頑張ってなんかやったのに、いつの間にか青い背広を着たサラリーマンになって、缶詰電車の毎朝乗って、でヒッピー世代も同じよ。いつの間にかヤッピーなんか消費して、なんか全くで肥やされてるかのようにね。でみんな洗脳されてしまった世代であると。まだ高度成長、みんな中流階級の時代、でその時なんで日本があれだけうまくいってたかというと、これ今叩かれている官僚組織だったんですよ。官僚っていうのは、試験があるわけ。誰でも受けられる。それねで頑張った人が誰でも上に行けるわけ。それでピラミッドのトップに登れる仕組みなんですよ。もちろんいっぱい叩かれていろんなその悪評はあったんですけれども、現実問題として結構いいシステムだったんですよ。でその時ね、日本人の格差、先進国で一番少なかった。その社長と平の社員の給料のギャップとか、すごいいい社会だったんですよ。でそれから経済規格というのがあったんですよ。国として国民として未来のビジョンがあったわけ。これからまず欧米を追い越すという国民の野心があったわけ。目的があった。これからやろうじゃないかという強い志があった国民なんですよ。でそれなんで今みたいにうつ気味で方向性のない国になったかっていうのを、これも僕はね25年ぐらいの取材かけてようやく見えてきたんですけども、僕が記者活動を始めた頃はちょうどねプラザ合意だったんですよ。であなたたち多分ほとんど生まれる頃か直後かのことなんですけれども、プラザ合意っていうのはアメリカが日本にこれから経済の運営を俺たちに言うこと聞けっていう言われた時期なんですよ。で、ちょっと水もらえますか、お茶か、すみません、喉乾くからプラザ合意っていうのはなんか円高にして、いろんな、それから金融ビッグバングになってっていういろんなこう、押し付けあったんですけども、僕その時なんで日本がそれに従ったのかな。ドイツが猛反対して嫌だって言ったのに、で知らなかったんですけど、実はね、1985年にアメリカの外交が変わった。それまで冷戦だから共産主義が怖いから日本のことを国内干渉しない、国連でアメリカと同じように投票すればあんまりこう見ないと。でパパブッシュね、ジョージ・ブッシュシニアが CIA 長官、それから副大統領になった時に、アメリカの対日本外交が決
基本的に変わった。それは1985年。ちなみに、ここで言うね、危ないけど、ここの地元のヤクソン稲川会の本部にパパブッシュの写真が飾ってある。それなんででしょう。考えてみてもらいたいね。いずれにしても、そのミサイルで JAL123 便が突き落とされたんですよ。500人殺した、アメリカが。要は、それまでにアメリカが日本との交渉でもうちょっと牛肉買ってくださいとか、もっとオレンジ輸入してくださいとか、そういう構えもんからお金よこすんだと、じゃないとぶっ壊すぞっていう悪質な脅迫外交になったわけ。ただそれ表には出ない。陰で力ずき、武力、脅しで日本からお金を取る。だからそれまで私が記者やった時に日本の対米黒字でみんなビクビクしてた。ね、でその時の黒字、今の10分の1以下なのよ。なんであれで急にビクビクしなくなったから、途中でお金返すつもりはなくなったわけ。要するに日本の政府はあれだけ日本人一生懸命働くじゃ残業して車を作って船に入れてアメリカに来ると。で、紙をもらう。いや、いつかお金返すよと。でもその返すつもりはないわけ、さらさら。それがその時に変わった、対日外交。で僕は長い間それ見えなかった。どうしても外国目線で日本のことを書いてたから、僕が見たのは日本の国内横領、汚職、日本のスキャンダル、